このように何も悪いことをしていなくて、甘えの側面が残っていて当たり前の人が、四苦八苦しながら誰かを責めるのでもなく、誰かに責任を負わせるのでもなく、自分で自分の辛い人生を引き受けていくのがアダルト・チルドレンなんです。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方はそちらも読んでみてください。以前、アダルト・チルドレンは前向きに生きるために過去を振り返ろうという動画で、親を恨んでいるだけであなたが責任を取ってくださいという姿勢になっていては、アダルト・チルドレンは克服できないという話をしました。また、アダルト・チルドレンの克服できる人、できない人という前回の動画で、どうせ無理と思っていると克服するための知恵も力も湧かないという話をしました。今日は克服できない人3部作の3つ目です。過去2つの動画は概要欄にリンクを貼っておきます。過去2つの動画で話した人と同様に、自分のことなのにあなたが直してくださいという受け身の姿勢の人も何をすればいいかが見えてきません。また、アダルト・チルドレンを克服する力が生まれてきません。アダルト・チルドレンは悪い人ではありません。何も悪いことをしていません。たまたま小さい頃の環境が望ましいものではなかったというだけです。何も悪いことをしていないのだから、誰かに直してもらえればいいのですが、アダルト・チルドレンからの克服というのは自分にしかできないのです。自分で克服してやるという強い気持ちにならないと、克服するための力が湧いてきません。今日はこのような受け身の人の話をします。ほとんどのアダルト・チルドレンは人生全般において受け身の姿勢です。受け身の人は恋愛がうまくいっているときは嬉しい、大好きと感じます。受け身だからこれで終わりです。心が成長している人は恋愛がうまくいっているとき、嬉しい、大好き以外にもありがとう、自分にできることはないか、この人を幸せにしたいという主体的な姿勢があります。また、自分が不都合な状況にいるのなら、自分でそこから抜けようとします。では、受け身だと何がまずいのかということですが、まず欲しいものが手に入りづらくなります。人生は旅行みたいなもので、あそこに行こうという意思があるから行きたい方向へ進めます。例えば主体的な人はあの人とお近づきになりたいと思えばそのように行動するし、あの仕事をしたいと思えばそれに必要なことを学ぶし、愛し合いたいと思えばそういう行動をします。一方、依存心が強いアダルト・チルドレンは、恋人が欲しいのなら手に入れる行動をすればいいのに、手に入りそうな兆候が見えるまで何もしません。出世したいなら計画を立てて作戦を実行すればいいのに、自分からは何もしないで棚ぼたを待ちます。このように人生をコントロールしないんです。通りがかりの人に引っ張られたりぶつかったりして、たまたま体が向いた方向が進行方向になっています。これでは行きたいところへはたどり着きません。アダルト・チルドレンの克服も同じです。受け身の人は
行きたいところにたどり着きません。アダルトチルドレンにとってはこれが一番重要なことですので、これはまた後で話します。次に、受け身でいると仕事などでは指示待ち族になり、低く評価されます。仕事ではなくても人間として低く見られます。気持ちを汲んでもらえません。得したい人たちに貧乏くじを押し付けられるかもしれません。このように不公平に扱われるので、不満や憎しみがたまりやすいです。また、受け身の姿勢だと、人生全般は苦痛で恐怖に満ちたものになります。心が成長している主体的な人は、あの大学に行きたい。そして受かったらあれもできる、これもできる、何をしようと考えます。落ちたらもちろんダメージは受けますが、尾を引きません。気持ちを切り替えて、もう一度頑張るなり、次の目標に向かえます。アダルトチルドレンは、その大学に行って、ものすごくやりたいことがあるわけでもないのに、落ちたらダメージが他の人以上に尾を引きます。つまり、戦っている相手が得体の知れない幻なんです。受け身だと目標が明確にならないので、明確なものと戦うのではなく、得体の知れないものと戦っています。恐怖にしろ、不安にしろ、相手の得体が知れていない時の方が、はるかに怖く感じます。得体が知れると、大抵、そこまで怯える必要がなくなります。では、どういう人が受け身の生き方になってしまいやすいのかということですが、親に操作されたり、しがみつかれたり、一人の人間として重きを置いてもらうのではなく、まるで親の道具として利用されてきた人などは、自分の意思や気持ちを考える機会と自信を奪われます。こうして自分のこうしたいがわからなくなります。さらに自信も奪われているので、自分の考えや判断にも自信が持てません。自分の考えは心もとないので、他人の考えに従う方が安心できるのです。そこで全面的に他人の意見や考えに従うことになります。このように、こうしたいという強い気持ちがなかったり、自分の考えに自信が持てなければ、受け身にならざるを得ません。これがアダルトチルドレンなんです。知れば知るほど、勉強すればするほど、だから治らないのか、と気づいてくると思います。つまり、主体的になって自分で治そうとしないと、アダルトチルドレンなどは治せないのですが、放っておくと、普通アダルトチルドレンは受け身になります。受け身だと力が湧きません。本を読んだり動画を見れば考えが浮かびます。その自分の考えに自信が持てる人と持てない人とでは吸収力が全然違います。そこでアダルトチルドレンに多いのは、本に答えが書いてあるのにその答えが見えないのです。そこでどうすればいいんですかとすぐに聞きます。それも1から9までは分かりました。10の部分を教えてください。とか、私はこう思うのですが、あなたはどう思いますかという聞き方ではなくて、1から10まで全部教えてくださいという聞き方です。もう少し具体的に言うと、
私はここが欠けています。ここを埋めるには、私はこうすればいいと思うのですが、うまくいかないのです。あなたの考えを聞かせてもらえませんかという聞き方ではなくて、アダルト・チルドレンを克服するにはどうすればいいですかという聞き方です。このような人は悪い人ではなくて、本当にどうすればいいかわからなくて困っているのですが、でも、この姿勢だから治らないんです。この姿勢がザ・アダルト・チルドレンです。要するに、私の人生の責任者はあなたですという姿勢です。受け身で、あなたが全部何とかしてくれと言っているのです。このような姿勢の人は、まるで雇われているアルバイトのように言われたことしかやりません。アルバイトは責任者ではないので、売り上げを伸ばそうなどという真剣味がなくて当たり前ですが、アダルト・チルドレンは自分のことです。なのに、まるで人事のように真剣味がないのです。ここで言っている真剣味がないとは、第三者から見ているということです。本人は真剣になっているつもりです。でも、言われたことしかしないというのは、やはり真剣味があるとは思えないのです。やることがわからないのだから言われたことしかできないよと言いますが、やることがわからないというのが真剣味がないということなんです。本気の本気の本気になったら、あれもこれも自分で調べます。そしたら、あれもやってみよう、これもやってみようというのが出てきます。というか、出てくるまで調べます。アダルト・チルドレンを克服したいのであれば、自分が自分の人生の責任者にならないと絶対に無理です。このアダルト・チルドレンの姿勢を甘えていると非難する人は多いし、確かに甘えています。一口にアダルト・チルドレンと言っても、人によって今いる場所は違います。どこにいるかによってアドバイスは変わります。この場所にずっと立ち止まっている人には、甘えてちゃダメだよというアドバイスが必要かもしれません。でも、まずは、そのような正しいことを教えてもらうより、気持ちやこの状況を理解してもらうことの方がはるかに大切です。アダルト・チルドレンは心が成長できる環境で育ってこれなかった人です。甘えの側面は残っていて当たり前です。だから私は何甘えているんだと責めたいのではなく、ただこの姿勢では克服できないということに気づいてほしいんです。そして次が大事なのですが、このように何も悪いことをしていなくて、甘えの側面が残っていて当たり前の人が、四苦八苦しながら誰かを責めるのでもなく、誰かに責任を負わせるのでもなく、自分で自分の辛い人生を引き受けていくのがアダルト・チルドレンなんです。自分の意志と力で回復へ向かっているのがアダルト・チルドレンなんです。最初から愛のあふれる家庭に生まれて、最初から元気にしている人よりよっぽどすごいです。なのに、アダルト・チルドレンほど自分を蔑視している人はいません。早く本当は自信を持っていいんだということに気づいてほしいです。
自分に自信が持てるようになると、私の人生の責任者はあなたですという姿勢は変わってきます。この姿勢だと、仮に1から10まで全部答えてもらっても吸収できません。それどころか、依存心がどっぷり増します。依存心が増すということは、自分を頼りなく感じるということです。一番大切なことは、何をするかじゃないんです。何をするかはずっと後です。一番大切なことは、あなたが何とかしてという姿勢を改めて、自分のことは自分で直すという強い強い決意を持つことです。自分のことは自分で直すという姿勢になっているのが前提で、その上で誰かの意見を聞くのであれば、吸収できます。私の人生の責任者はあなたですの姿勢の人と、自分が自分の人生の責任者になっている人、どちらも誰かに意見を聞くという同じ行動をします。でも中身が全然違うのです。アダルト・チルドレンは克服の過程で優しい人に出会うことも必要ですが、優しい人に手取り足取り面倒を見てもらえば治るというわけではありません。アダルト・チルドレンを克服するには、幼児的依存心を克服すること、心理的に一人で生きられるようになること、日常レベルの不安に押しつぶされなくなることなども必要です。そのためには手取り足取りやってもらうことよりも、一人で立っていられる自信や不安をやり過ごせる力を育てることの方が大切です。アダルト・チルドレンの苦しみを知っている人は、もがき苦しんでいる人を助けてあげたいと思います。そんな人いないだろうと思う人もいると思いますが、そういう人はアダルト・チルドレンが思っている以上に多いと思います。でも、直してあげたいと思っても、結局は外部の力では直せないんです。アダルト・チルドレンは病院に行けば治るというものではありません。カウンセリングを受ければ治るというものではありません。薬を飲めば治るというものではありません。薬は症状を一時的に抑えてくれても、心を成長させてくれはしません。欠けている心を満たしてはくれません。また他人は克服のお手伝いや協力やアドバイスはしてくれても、心を成長させてはくれません。体の怪我は薬や医者が治してくれますよね。だから心の怪我もそれと同じように感じてしまうのかもしれません。でも心の怪我はカウンセラーや医者がどんなに素晴らしいアドバイスをしても、本人が自分の問題として自分を変えようとしていなければ何の力にもなりません。アダルト・チルドレンの問題は自分の力でしか治せないんです。心は他人のアドバイスを参考にしながら自分で治すものです。依存心が強い人は手取り足取りしてくれる人がいるとほっとします。でも優しい人というのは手取り足取りしてくれる人ではありません。他人の手はあなたの体には届かないんです。決して体には触れてくれないけど、体に触れられるギリギリの距離のところで見守ってくれている、
気にかけてくれている、こういう人が優しい人です。強引に入ってきて体に触ってくる人は、過干渉の親とか、メサイアコンプレックスの人とか、自分一人で生きられない人です。自分一人で生きられない人は、他人の境界線を無視して体に触ってきます。このような人は、手取り足取りしてくれるように見えますが、このような人は自分一人では生きられない人です。自分一人を支えられない人は、他人を支えられるわけがありません。しがみつかれて引きずり込まれるだけです。主体性を取り戻すには、手取り足取りしてくれる人ではなくて、境界線を守ってくれる人、こちらを否定しない人、味方になってくれる人のそばに行けると、そこが安全基地になり、主体性を発揮しやすくなります。そもそも受け身のアダルトチルドレンは、小さい頃に安全基地がなかったんです。これからは安全基地を探しながら生きていきましょう。すぐには見つからなくても、それを目標にしながら生きていきましょう。では、ポイントを振り返ります。アダルトチルドレンは依存心が強く、受け身の人が多いです。受け身の人は悪い人ではないのですが、受け身の姿勢だと、人生で必要なもの、欲しいものが手に入りません。そもそも何が欲しいのかがわからなかったり、それが分かっても、どうやったら手に入るのかということが見えません。これだと、アダルトチルドレンからの克服も難しくなってしまいます。アダルトチルドレンの克服は、自分が自分の人生の責任者になって、自分で直してやるという強い気持ちにならないと、何をすればいいか見えてきません。ここでの問題は、アダルトチルドレンは自分に自信がないということです。自信がないと、自分で直してやるという強い気持ちになれないし、自分で直してやるという強い気持ちにならないと自信が持てません。極端に自信がないと感じる人は、アダルトチルドレンはありのままの本当の自分で生きようや、条件付きの愛育ちがアダルトチルドレンを克服する方法の動画を参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。私もそうでしたが、自信がない間は自分で考えても答えが見えないんです。そして間違ったことをしたくないんです。ただでさえ遠回りの人生を送ってきているのだから、これ以上遠回りしていられないと感じます。そこで正解を聞かないと不安なんです。でも、この姿勢で聞いても、誰かに聞かないと自分では判断できないという思い込みがどんどん強くなるだけです。カウンセリングなどを受けているのであれば、あるいは誰か信頼できる人がいるのであれば、まずできる範囲でいいから自分で考えてみましょう。その後にこう思うんだけどどうですかと聞くようにしてみてください。アダルトチルドレンを克服するということに対して誰か任せにするのではなくて、自分が責任者になってください。誰かに聞くことは決して間違っていません。ただ、その誰かを自分の人生の責任者にしないでください。自分が責任者です。自分の人生の責任者になっていない人は、困った困った、まずいことになった、マジどうしようと言いながらただうずくまっています。
自分が自分の人生の責任者になって、そっかそっか、こうなったのか、ならどうしようかな、と考えるようにしましょう。このチャンネルは今年のゴールデンウィークから本格始動したアダルトチルドレン専門チャンネルです。YouTube は飽和状態なので、令和6年から参入しても無理と囁かれる中での挑戦でしたが、やはりチャンネル登録者数が伸びずに苦しんでいます。応援してくれる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。